レギュラーラジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。ここが噂の心霊スポット。怖え。いやー、なんで一人で来ちゃったんだろう。怪しそうな声。うわっ、ねえねえ、なんか後ろ、うわー、こっち金属音。やばいやばいやばい、怪奇現象だこれは。なんかこれは聞いたことある音だぞ。こっちからしてる。あいつだ。よし、ここは勇気を出して巻いてやる。誰だ。びっくりした。兄ちゃんかよ。陽介お前何してんの。何してんの。お前こそ何してんの。お前ここ福岡で一番怖いとこだよ。びっくりした。お前俺見たらわかんだろ。お前筋トレだよ、筋トレ。いやなんで筋トレしてんの。いや危ないよ。だってあっちの方で変な音してたし、あそこもほらささっていう。お前これお前わかんねえのか。お前雑草クッション代わりにして柔軟してんだよお前。そうお前こんな音もしたろ。それだよ、それ。お前わかんねえのか。お前ベンチプレスだよこの音。お前お前行くぞお前。すっげえ音なんだろお前これ。あれな、ほらもしこれ兄ちゃんが乱雑してるの。意味わかんないこと言ってんじゃねえよお前。心霊スポットの怪奇現象はじゃあ兄ちゃんってことかな。もうしげえよお前。兄ちゃん自体が心霊なのか。もういいや。びっくりしたなお前。心霊スポットっぽい掛け声を教えてもらったらじゃあ帰る。お前結構ビビってたろお前。さっきお前正体分かったろ。何お前強気になってんだよお前。幽霊兄ちゃんならいいでしょ別に。しょうがねえな。じゃあ今日の掛け声を教えてやるよ。掛け声はこれだ。ういおういういえおはおいいうおういおういういえおはおいいうお。どうだ分かったか。これで番組勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん、まもなくです。お前もう番組始まるんじゃねえか。3秒以内にさっき教えた掛け声叫ぶんだ。水をまいといて夜空に輝けば星たちは光る。ファイヤーマサラカ。ファイヤーマサラカ。飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。ファイヤーマサラカ。スパイアのマサラカ。時刻は深夜1時を回りました。スパイボーカル陽介とドラムの健太です。この時間からは僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイのマサラカをお送りしていきます。長くね。長かったじゃん。だっていや正解は後ろを振り向いて、ほらそこにいるよ。なるほどね。全くなんで夜空とかなんだよ。全く出てきてないよそんなの。そうなんですよ。先週放送のね、お悩み相談の終盤、謎の声が入ってね、僕が思わずさっきへって入りませんでしたっていう瞬間があってね。オンエアでは声の部分は尺の都合上カットしました。本当か尺かそれ。スタッフはこの謎を解明しないことには新しい時間帯に行けないと思い、声が入ったと思われる部分を何度も聞いてみました。するとあることが分かりました。ただ2人ともその部分の音を忘れていると思うので、改めて聞いてみましょう。お願いします。足りてないから、そういうところは足りてないんだよねって。いやってこと？足りてないから、そういうところは。いやこれスタッフは俺の声だって言ってんすよ。健太さんの声じゃないですかって書いてるけど、これ足りてないから、そういうところは。絶対違うって。どこが俺だ？足りてないから、そういうところは。そういうところはで終わってるじゃないですか。これは多分俺の声。足りてないから、そういうところは足りてないんだねってこと。足りてないんだねって絶対言わない。足りてないから、そういうところは。いや絶対言わなくない？いや言わないと思う。足りてないのね。いやおかしいもん。いや絶対言わないって。しかもこれへーだよ。へーだよ。ねーじゃない気がする。足りてないんだへーっていうそのへーいやでもこれは俺じゃないよ。いや健太っぽくないもん。だからそもそもの声の質が
俺じゃないもん完全に。へーってさ、そうへーへーってさ、へーって出した時にやっぱ男のへーの音域になるじゃん。これ女性のへーだよね。そうもうだいぶ俺もうちょっと上行かないとへーへーへーいやむずいよ志村けんさんみたいなやつ出ないこんななんていうのね薄い可愛いところのさ出ないよ。出ないへー出ないもん。足足りてないから、そういうところはあもう一回足りてないから、そういうところはないいやでもちょっとローがいるよ。いやでもケンタの声のローがいるよ。聞いてみても一回。足足りてないから、そういうところはほら足りてないねえのいやおかしいじゃん。文脈はそうだとしてもいやトーンがこのテンションで言ってるなら分かるよ最初はって言ってたら分かるけど俺そんなこんな「何でるのねー」とか言ったことないじゃん。いやだからちょっとだから落としちゃったんじゃない？だからそう足りてないんだよねーって。違う絶対違うってこれ。いや文脈は合ってる確かに。いやだって俺がそれ出そうと思ったら今の声結構頑張んないと出ないの足りてないんだよねー。そうなんか相当さ。でもそのねーの前にって低いの入ってるよ。多分これ陽介が話し出したから俺止めてんのよここ。それでググッてッてなったの？でもその「ねえ」は出ないじゃんいやこれ俺が覚えてんのはわーって喋っててうん陽介がポンって入ってきて俺がクッて止めたの。うん。で陽介の話を聞こうって思った瞬間に陽介が逆に「えっ?」ってなったのえ何ってえってなった後に「えっ?」の「へー」のトーンが出るならわかるんだけど違うじゃん。なんかそもそもの話の流れじゃんまあそうだけど、うん、いやでも俺もケントっぽく聞こえてきた。いや相当変だよこのトーンの使い分けは。もう一回いいっすか？足足りてないから、そういうところろはほらねで今その手前にあるさ「足りてないんだね」って言った「ね」のトーンあるじゃん。うん。ねのあれは出るのよ俺。足りてないよね。そううん。じゃないじゃん。ねーってさいや相当さなんていうのこの圧かけないで出さないと出ないじゃんあれっていやまあまあそうもう一回聞いてその手前の「ね」はあるんだよねっていう優しい声はゆっくり再生とかできないんですか？全然わかんないよこれ。全然わかんない全然わかんないそう 0.75 うん足りてないからそういうところは足りてなかったねどうだろう。でその手前の「ね」の感じ聞いて足りてないからそういうところはほらこの「ね」っていうじゃあこれ1倍にして普通に「足りてないよね」って足りてないからそういうところは足りてないよねって言ってる「ね」は圧かかるじゃん俺絶対、うん相当圧かかってない「ね」だよそんな声出さないよまず。どうこれ。いや俺は自分で喋っててあの声を出そうと思ったら、相当意識しないと出ないあれは。だから手前の「足りてないんだよね」っていう、この「ね」は分かる俺は出る、でも圧がかかってるじゃんあそこあの「ね」ってさ「ね」って相当意識しないと出ないよあのトーンは。確かに急にやれって言われても無理。そう出し足りてなかったんだよねまでは出るじゃん、この圧かかるから、だよねそうだよねってさ相当すごい抜いて出さないとへーってこれは無理だもん。いやこれはもうあれだよ。やっぱうんあそこいるよ。なんかさそうなんか俺の声じゃないもん自分で聞いててあれなんかね、うんちょっとサラサラそうしてるよね。サラしすぎてんだよね。俺の声出した時のこのグッっていう圧が入ってないっていうかであのトーン出そうと思ったら俺相当多分抜いてその声を出すぞでいかないと出ないんだよ。いやあれはやっぱ、うんあそこだわ。いやー怖いわ。まあまあ、はいこれはまあ
そうね、うん聞いてもらっそうねてうん判断しよそうねう。そうしよう。そうしよう。ケンタなのか健太なのか幽霊なのかなのかはちょっと聞いてみて皆さん、ちょっと判断してみてください。はいお願いします。ぜひ実況でつぶやいてみてください。お願いします。番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka@fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストしてください。それではスパイのバサラカ、この後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイエアのバサラカ、お送りした曲はスパイアでバディでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。友達の話なんですけど、ASMR ちょっと怖い風に言えなかったわこのコーナーは皆さんの周りにいる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです、はい、僕らは決してあんたの判断ステーションなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください、はい、ということで、今週もいただいております。ありがとうございます。ラジオネームにゃろうめの花さん、はい、スーパー銭湯サウナ好きの友達の話なんですが、久しぶりにスーパー銭湯に行ったそうです、はいはい、脱衣所で服を脱ぎ久しぶりの大浴場に意気揚々と入っていきました。広い浴場の一番奥まで行き体を洗おうと座り鏡に映る自分の顔を見ると全裸にマスクコロナ禍以降すっかりマスク生活が染みついて外すのを忘れていました、なんとなく感じた複数の視線はそのせいだったようですと友達が言っていました。まあでしょうね。びっくりするよね。銭湯にさ全裸でマスクした人入ってきたらあれ今コロナ禍かなって思うよねコロナ禍でも銭湯ではマスクしなかったまあまあまあ弊害よねこれもさ。確かになんかねあるらしいよね、そうマスクをずっとつけてるとやっぱそう酸素量がさ、少ないみたいな。はい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 。そうだからそれでなんか頭回んないとか、あとは子供よね。子供がこの成長期そうにマスクで行動すると表情を読み取る力が著しく低下するっていうね、っていうのもあったから、で中学とか高校、そういう思春期にさマスクしてるとさ、もうマスクを外す生活の方が恥ずかしくなっちゃうみたいな。なるほど。そう自分の顔隠れてるのが普通になっちゃうから、それをやっぱさああいう子たちの2年間とか3年間ってやっぱりすごい大きいわけだよ。大きいよね。だって丸々、そう顔を見たことないそう人が友達だったりとかやばいね、でそれこそリモートになっちゃったりとかもするから、大学に行かなくていい家で過ごす3年間を送った子も多いわけじゃんやっぱり。だからやっぱ対人関係とかのスキルがすごく弱くなっちゃったりもするよねきっと。それは絶対あると思う。だからすごい3年ぐらい続いたよねそのマスクを外すなみたいなさ。3年ぐらいあったね。そうだよね、まあ2年ちょっとか3年ぐらい続いたと思うけど、まあ期間っていうのはだからまあいろんな特に若い子のいろんな時間を奪ったよなって思うよね。そうだね、いやマスク結構でかかったねあれ。でかかった。だからまあ逆に20歳を超えてれば、なんか別になんかマスクだろうがなんだろうが、その思い出に何かこう被ることないじゃん、ノイズが入ることなかったけど、そういう20歳以下の子たちはすごい大変だったろうなとも思うし、もうね怖かったもんマスク忘れた時とか、いや怖いよねあれ。もうあれ陽介はあの時何歳ぐらい？俺はね大学生だった。あそうだよね、21とか21、2ぐらい2ぐらいだ、4年とかか。そう大学4年の年に全部リモートになっちゃった。なるほどね。まあじゃあ陽介もまあ食らってるっちゃ食らってるね。食らってるっちゃ食らってるね。だから最後の4年大学4年の時、友達と全然会わなかった。そのまま卒業しちゃったその悲しいね。俺もその卒業春に卒業間に合わなかったから単位。じゃあ食らってんじゃん完全に。じゃあ22ぐらいまでの年の子か。だから今陽介と同い年の子はギリギリ食らっちゃってんだ。ギリ食らってるね。だから俺よりねもっと下はもうがっつり食らってる。そうね、がっつり食らっちゃってんだ。うわまあだからすごいね、なんかそういう意味では人の思い出を奪ったというか、まあね大事ではあるけどね。そうニックキウイルスでしたねこれは本当に。もう一回いきますか。もう一回いきましょう。ラジオネームトイレのやすこさん。怖いね。怖いね急に。陽介くん健太さんこんばんは。これは先日の健太さんの様子から思い出した友達の話なんですが友達は大学病院で研究の仕事をしており、その日は深夜勤務でした。
仕事中猛烈な尿意に襲われた友達がトイレに駆け込むとすでに個室の扉が一つだけ閉まっていたのです。はい鍵はスライド上で、スライド式のねこう、はいはい、鍵ねガチャンって、はい、で外側からはかけることも開けることもできません。そうですね、はいうん、そしてそのトイレは人感センサー式のため友達が入るまでは電気は消えていたのです。時刻は深夜2時を回っていたため怖くなった友達は尿意も忘れて慌ててその場を後にしました。すぐに上司に話をすると上司はもし中で人が倒れていたら大変だと友達とは全く違う反応をしてトイレに駆け込みました。はいはい、友達は内心こんな時間に人なんているわけないお化けの仕業だと、思いつつ、扉を叩いて声をかけ反応がないか確認しさらに扉の下の隙間からも確認をしましたが人が倒れている様子はありませんでした。結局なんとか扉の上によじ登って個室に入り内側から鍵は開けましたが閉まっていた理由は分からず、真相は闇の中です、怖くて逃げ出した友達とは違い即座に動いた上司には感銘を受け自分の幼稚さに恥ずかしくなったという友達の話でしたああなるほど。でこれはね僕ね知ってますよ何要因を。スライド式のうん鍵って、扉を閉めた反動、ガンっていう衝撃、あれでカコンってはまることあるんですよたまに。本当？俺はね結構ねこれはある。試した？昔の学校だったかな、多分学校だったなあれは。ゆるいとそのガチャンが。そうガチャンの方式が今のさ駅とかだとこうくるんって回すタイプあるじゃん。あるね。カコンってかける、あれは絶対に中から閉まんないのよ。でも確かスライドはそれで閉まっちゃうみたいな報告が多かったのかな。それで多分そういう公共の施設の鍵の形がどんどん変わってんのよ。要はうんあれか、入るときは押す、まあ出るときが引く、で引いそうねてガチャンってなったときに、その鍵がカポンっていうよりも扉が閉まるタイミングガンって、なんかさこう変にさ普通開きっぱなしになるじゃん、出た時に、じゃなくて閉めちゃうこともあるじゃん。なんか人によってはバンって、で閉めちゃった時にバンってぶつかった衝撃で鍵がスライドしちゃって、はまっちゃうちょうどみたいなっていうことが起こることがあるんだよスライド式って、だから多分それですこれも。そうなんだ。そうです、はい、そうでした。そうです、だからお化けじゃないです。お化けじゃない。だから上司が正解です。そうだね。この反応はもう上司は素晴らしい。これトイレのやすこさん幼稚ですまあでも怖いよねそれはね。いやまあそれ知らなかったら怖いからね。でもあと俺もよくあるんだけど人感センサー式、あれ消えるの早すぎ問題ない？早いよね。俺も何回もあるんだけど、あるでしょ。ある。俺大きいのしてて俺も手振るもん、なんか大きいのしててさあるパチッってなるよね。あれは怖い。あれはね、やめてほしい。そう人感センサー早すぎ問題ですこれ。ただトイレのやすこさんはなるべくならノックはしてあげた方が良かったかなこれはね。いや夜中2時1人だよ、怖いじゃん。まあ俺はそもそも無理だけどね、俺もすぐ逃げる、上司すげえって思っただからということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話、教えてください。皆さんが友達から聞いた話お待ちしております。それでは今日はラジオネームトイレのやすこさんの友達の話からこちらを選曲しました。Heaven to Hell で Feel Like Heaven。 来ないのよだから。スパイエアのバサラカ。お送りした曲は Heaven to Hell で Feel Like Heaven でした。それではこちらのコーナーに参りましょう、ライブ感想紹介。イエイ、ありがとうございます。ニューアルバムリバースを携えての全国ホールツアー、スパイアツアー2026リバースが3月20日から始まりました、そのライブに参加した方たちからの感想メールが届いているので紹介していきましょうか。ありがとうございます。ラジオネームゆかりんさん。ゆかりんさんありがとう。ケンタさん、よすけさん、こんばんは。こんばんは。先日は松戸でのライブお疲れ様でした。でした。関東だと普段は東京や神奈川が多いので生まれも育ちも千葉県の私にとって、ツアーで地元に来てくれたというのは本当に嬉しかったです、もちろん全力で楽しみ、とある曲の、シンガロングも合唱させていただきました、が日々の食いしばり癖のせいで、ライブ前から左顎を痛めておりアドレナリン大爆発で、ライブ中は全く気にならなかった痛みが、終演後急激に悪化。週明け急ぎ口腔外科を受診したところ、筋肉だけではなく人体も痛めていることマジか。
私はほぼ捻挫の状態ではい大口開けて合唱していたらしいです。やば。それだけ楽しかったといういい思い出なのですが、今は痛みで固形物が食べられませんき。つい。次のライブまでしっかり安静にしてファイナル渋谷ではまたバッチリ合唱頑張りたいと思います。いやありがとうございます。もう気をつけてください。いや俺もね食いしばり癖あるからね。痛いのよこれ。痛いんだ。痛い。これ寝てる時に食いしばってるってこと？わかんない。ゆかりんさんはわかんないけど俺はもう常に何かを食べてるみたいなこう顎がギュッギュッギュッって歯を食いしばってるから慢性的にもう顎が鈍痛みたいな筋肉痛みたいなでひどくなるとほんと多分ゆかりんさんみたいに顎が開けれないとかっていうのになるから俺分かるわ痛みは大変だマジで。その状態でずっと歌ってたらしい。よく歌えたわすごいね。ありがとうございます。はい、続いていきましょう。ラジオネームモンブラン連邦さん。健太さん、陽介さん、こんばんは。先日のリバースツアー初日、松戸公演に参戦しとっても嬉しいことがあったのでいともとってもよく初メールを送らせていただきますと、何ですか、それを陽介さんにタッチしてもらえたことですということですね。ライブ自体とても素晴らしかったです。ホールならではの演出が曲と合わさりライブハウスとは異なる立体感や臨場感のある体験ができ、ライブ後はいい意味でため息が出てしまいました大変楽しい時間をありがとうございます。またライブに参戦させていただきますと。PS 陽介さんと同じ98年生まれとして勝手に親近感を覚え尊敬と応援させていただいております。陽介さんの頑張りを私も日々の仕事の糧にさせていただきますと。ありがとうございます。ということでございます。ありがとうございます。嬉しいですね。はい。意外とやっぱホールって遠いなって思ってたけどそんなことはなかったね。そうね、遠くはないね。だから絶妙な距離感とやっぱ演出とか光、音のこの作り込める度合いと、だからやっぱりこうアリーナとかとライブハウスの中間にいるよね、やっぱり。だからすごくいいですよね。そうね。ラジオネームむこさん。むこさん、ありがとうございます。陽介さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。リバースツアー初日お疲れ様でした。はい。だんだんライブ終わりの夜にメッセージを送らせてもらうのが習慣になってきました。よかったよかった。送ってください。久しぶりのホールツアー、とにかく音の響き方が素敵でした。ライブハウスでは、での音は正面からドンとくるイメージなのですが、ホールは音がほわっと広がってくる感じがしました。一緒に参戦した母も隣に一人しかいないはずなのに壁に反響したであろう声が聞こえてすごかったと感動していました。陽介さんは今回が初のホールとのことでしたが、ライブハウスとの違いはどんなことを感じましたか？またケントさんは改めてホールってこうだよなと思ったことはありますか？次回は東京に参戦予定です。ありがとうございます。すごくね、いい感想メッセージですね。ね、いやまさにそうだよね。メッセージだと。客席も全然場所によっては音違うもんね。違う。だから一番前の方たちは割と後ろで歌ってる人たちの声ががっつり返ってきてるよね。いやダイレクトに多分聞こえると思うよ。なんか上からそれこそ降ってくるみたいな。だからあれだよね、4DX。 まあでも本当近いと思う。でもね、だからそれの多分最たるが武道館なのよ。ホールの感じの音の響きが本当に真上から滝みたいな感じで降ってくる感じ。今ライブハウスの本当正面からドンっていう感じじゃん。それは多分お客さんもそうだし、俺らもそう。みんなの声が真正面から来る感じ。そうそれあった。包まれそうって思った。そうそれはあった。だからホールだとそのなんだろう、全体からブワーってみんなの声が回り込んでくる感じですごい大きく聞こえるし、音場も広いからすごいこうなんていうの、めっちゃ気持ちよくなる感じ。なんかね、空気がやっぱ音で密集してる感じが、そうね、あれはホールの空気感ってこうだよなと思ったよ。でそれのなんでみんな多分武道館が好きかってなると、あれが声、お客さんの声がマジで真上から降ってくる。相当あれだもんね、絶壁になってるもんね。そうで多分お客さんは逆に、バンドの音だからアーティストの音がめちゃくちゃダイレクトに聞こえるわけ、真正面から。近いもんね。そう近いから。で自分らの発した声がアーティストは真上から降ってくるから、多分会場は多分ないと思う、あの感じの帰り方。だからなんかやると多分みんなうわめっちゃいいってなる場所が多分武道館なんだと思う。まあそうだね、武道館にしろホールにしろ、マイクを通して音を出す場では本来ないからね。そうね、そうだから独特なんだよね。生声
が響くように設計されてるわけじそう生の楽器の音とかね。ゃん。だからね、なんならもうアコギ一本歌一本、で気持ちいいはずの場所だからはずだよね。そうだからそれは気持ちいいよね。あんだけの大人数が声出していや本当そうだ爆音で響いたらすごく良かったですね。うんラジオネームミサウサギさん。はい。洋介さん、健太さん、こんばんは。こんばんはいつも楽しくラジオを拝聴させていただいております。うん先日行われたリバースツアー松戸公演に友人と参加させていただきました。地元千葉でのライブ参戦は初めてだったので、始まる前から楽しみな気持ちでいっぱいでした。その中で一つ洋介さんに伝えたいことがあります。はい。地元開催ということもあり、会場での思い出に当日までアルバムを買わずに我慢していた私。会場には限定の抽選会もあり、楽しみにいざ物販に向かったところ、洋介さんが抽選箱のところでスタッフとして対応されていました。はい、してました。はい、しかし初回限定版が買えるか心配だった私は、ご本人がいることに気づかず、当たりの金の値がして他のファンの方々へ対応されていた際も、当たった当たり券をすごく高く掲げているスタッフさんがいるんだなと思う程度はいはい。はい、その後スタッフさんに誘導されて、自分が箱の前に近づいていく途中も全く気づくことができず、案の定振り返った瞬間、洋介さんがいました。はい。情報過多でパニックになり、少し大きめの声で叫んでしまいました。隣にはまだ物販に並ばれている方もいて、かなり恥ずかしい状況になってしまったり、本当は洋介さんの歌う曲やスパイの存在が頑張る過程になっていることを伝えたかったのですが、もう後の祭りで大きな声を出してしまった羞恥心から終始すいませんを連呼。そんな中、優しく対応してくださり本当にありがとうございました。直接いただいたカードは大切に保管しています。次は東京公演と千葉県内での春フェスにも参加させていただく予定なので楽しみにしていますということです。なるほどね。そんなことがあったんですね。すごい謝ってる方がいたんですよ。あ、そうなんだ。で、何を謝ってるんだいと言って、君は何も悪いことをしてないじゃないか。そういうことあれがあり、はい、すいませんを連呼した。らしいです。らしいです。はい。羞恥心です。すいませんは。それでも別にすいませんではないけどね。いや、よかったです。皆さんいいね。まだまだありますからね。そうですね。ぜひライブ後はメッセージをバサラカに送るという。送ってください。福岡ではいつですか？福岡はね、4月5日日曜です。福岡市民ホール大ホール。はい。こちらお待ちしてます。そして明日が大阪オリックス劇場ですね。3月29日日曜。本当に感想メールありがとうございました。ありがとうございます。皆さんご来場お待ちしております。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアでオレンジです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。はいよ。やっぱりあれはケンタの声なんじゃない？いや、違うよ。いや、俺なんかやっぱケンタの声の気がしてきた。だから出ないって、あの声。いや、出せない。それがふっと、だからそうやって俺が話し始めたから止めた瞬間にっていやー、どう出そうになったのをクッてしたからねーってだったからそのってなんだよねってなるかななってると思う。なんかね、ローミットがケンタっぽいんだよ。まあ俺っぽい声の質感はわかるけど、あれはもうほぼ声じゃなくて息だから多分息漏れしてるだけだよ。その志村けんさんみたいになるのなんだ。でもその志村けんさんみたいにならないと出ないってことであれば俺は見てないから。だってあの声だって顎出ないとさでこれも圧がかかってるでしょ、だいぶ。あれもっと圧かかってないわいやでもあれ本当に最初聞いた時は怖かったもんだから。だから向こう後ろ振り向いてたもん。だからそうトークバッグがコントロールルームのねトークバッグがオンになってて誰かが「へー」って言ったのかと。いや分かんないけどね、その真相も知りたいですね。皆さんはどっちだと思いますが、現在そしてニューアルバムリバースを発売中です。はい、そのアルバムを引き上げてホールツアースパイアツアー2026リバースがスタートしております。はい、福岡公演は4月5日日曜福岡市民ホール大ホールです。はい、そして次回のスパイのバサラカから時間が変わります。はい、毎週火曜夜8時半からになりますので、ということで次回の放送日が4月7日、はい、火曜日となっております。はい、よろしくお願いします。土曜日に置き去りにならないように気をつけてください、ね。気をつけてください。4月7日なので
もう福岡ライブ公演の直後です。直後ですねはい、皆さん感想などもお待ちしております、はい、今日もたくさんのメッセージありがとうございました、はい、番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。はい、メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka @fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけてポストをお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です、再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし YouTube の方では字幕付きで多言語翻訳も対応してますので世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。はい、ということでこの時間のお相手は最後ですね。これはいこの時間のはい最後お相手はスパイボーカルヨスケとスパイドラムのケンタ弟子それではままた来週